自分なりにお答えしていこうと思います。でも私はそれの諦めがついたのはこの仕事をした時にそれを諦めた。店員さんって思う時大体いないんだよねいやいや笑顔でやってられないんだって。でも愛想って大事だと思う。ちゃんとやってんのにさじゃあおんねうんって言ってあって古賀に全部話すてっ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 てうしょやっほー。はい、皆さんこんばんは。小原の AI へようこそ。前回も相談室だったんでしょう。ナイスブルーが塗り終えてくださったので、こっちが本番なんていうの、こっちが本編ですようこそお越しくださいました。なんか以前相談室だったのかなあれ、はい、恋愛編についてお答えして好評だったのかよくわからないのですけれども、今回はちゃんとこういう相談室っていうボードができまして、今回恋愛じゃなくて友情、人間関係とか、どうして私も人生において悩むよね、人間関係とかって。私が答えられるとはお役に立てるかは分かんないんですけれども、お答えしていこうかなって、ここらじ同様自分なりにお答えしていこうと思います。先日小原の部屋のストーリーにてその質問を募集したということで、質問を送ってくださった皆さんありがとうございました。その中からいくつかお話ししていこうかなって思いますね。はい、私からミスゲンダよろしくお願いします。ミスゲンダじゃあ聞いてきます。小原さんみたいに見てる人をほっこりさせるようなお人柄になるにはどうしたらいいですか？うちの母に会ってくださいうちの母はこの5倍ぐらいすごい陽気、ちゃんと常識を持ってる人ですよ。すごい陽気な方で、陽気な面と真面目な部分を持ち合わせてる人なんです。で、父がとても真面目な人なので混ざってこんなのができたので、あとなんだろう、アフレコ現場とか一個一個の現場、こういう現場もそうなんですけど、お仕事の場とか、なんか自分個人だと結構こだわりとか、プライドとかがあるから、結構そこが自分自身の話ね、邪魔をしてってなる、自分で悩むことはあるんだけど、自分だけじゃなくて現場で考えた時に楽しい方がいいじゃない。だからそういうことはすごい考えるかもしれない。でも私もとても未熟なので、いろいろご迷惑をおかけしたりとかいろんな現場でもあると思うんですけど、でもそこは意識してるかも。なんかほんわかしたいとかじゃなくて、なんか楽しい方が、今日仕事充実してたなとか、今日のあれ参加してよかったなとかって思いたいし、思ってもらいたいなって思うから、そこは考えるかな。なんか自分はこういう人であろうとかっていうことはあんまり考えてないかもしれない。じゃあ続いて、よく些細なことでも他人にどう思われてしまうか気になってしまいます。どうしたらいいですか？意外とタフそうとか平気そうって言われるんですけど、私も割とそうかもしれない。なんか特に学生の時は今のような局面に当たることはすごく多くて、ただでも意外と人って大して自分のこと見てなかったりとかするから、多分自分の余裕のなさとか自信のなさとか、いろんなことに対しての経験の浅いところから来ると思うの。なんかじゃあ気にしてないとか、些細なことなんか気にしないとかっていう人いるじゃない。じゃあそういう人たちって周りからどう思われてるか私は気にしないってじゃあ思ってるかって言ったら、もうそんなことも考える余裕なく、もうただただ楽しんでるとか必死になっている気がするから、なんかわかるんだよ。私もそう思う時いっぱいあるから。でも私はそれの諦めがついたのはこの仕事をした時にそれを諦めた。なんかやっぱりいい風に思う人もいれば、やっぱ同じ行動であってもあんまり好きじゃないっていう風に見える人もいて当然だと思うから、どっちにもっていうのはやっぱ無理だから、それは普通のお仕事をしていたりとか学校に通ってても同じで、どうやっててもいいと取る人もいればって思う人もいるから、だから周りを気にしたのもわかるんだけど、とりあえず自分がこうでいたいなっていうなんか軸みたいなのを最初はなんか憧れとかでいいから、こういう人になりたいみたいなところを作るといい
かもしれない。であとさっきも言ったけど意外と人はあんま見てないから、そういうところから歩んでいくと少しずつ変わるかも。あとはなんかその学校生活とか仕事でもそうだけど、いろんな経験を経て少しずつ自分に自信をつけていったら、その考えは変わっていくかもしれないね。じゃあ続いて、服を買うとき店員さんが怖いです。どうしたらいいですか？イヤホンしちゃったら早いんじゃない？で絶対イヤホンしてても声をかけてくる店員さんいるから、ただなんか気になるものがあったらご試着とか、そちら気になっていますかとかって言われたら、なんかありがとうございます、ちょっといろいろちょっと見させてもらいますってやって、またイヤホンすればご覧くださいってスッて離れていくから。でもなんでなんだろうね、あれ本当に困っていて店員さんって思う時大体いないんだよね服を試着したいって思ってるといないんだよね。イヤホンしてるのは結構いいかもしれないよ。でもし来たらありがとうございますってスッてやったら、そういう感じかっつって離れていくんじゃない？それでもしつこくとかって来たら何なんだろうねちょっといろいろ見てみますって言えばいいんじゃない？じゃあ続けます、はい、ちょうど4月なので、こういう質問も多かったです。ちょうど転職活動中なので、ココちゃんの思う印象のいい人を教えてください。仕事ができるのはもちろんなんだけど、やっぱりあれじゃない？この人とお仕事したいっていう風に思われたり、だから印象よくだよね、移った方がいいと思うから、仕事関係のパートナーとか職場の上司とか同僚とかいっぱいいるけど、やっぱいろんなものをそぎ落としてったら結果それってどこにおいても人間関係になってくるから、軸は仕事はできるけど感じ悪いと、この人と一緒に仕事するのはあの人苦手だなってどうしてもなってくるから、だからあれじゃない？仕事できるできないはそのお仕事やってみないと分かんないけど、なんか笑顔で挨拶するとかっていう基本的なところからできるように気をつけるのがなんか初めの一歩っていうか、なんかそこすらもできないだと多分印象あんま良くないから、だから人見知りの方とか、私は割とあんま人見知りしない方なんだけど、だから人見知りの人は結構大変だよね、初めての職場とかいろんな現場行くっていう人は。でもなんかそこは仕事だって思って割り切ってやるとまた違うんじゃないかな。あとは最初はビジネスでもいいから笑顔でいることを心がけたらいいんじゃない？いやわかるよ、いろんな仕事していや笑顔でやってられないんだってとかっていう時もあると思うし、私もあるよなんで笑えない今っていうぐらい、なんかこう大変な時とかもあったりするけど、でもそこも笑顔で乗り切ったりすると、そこら辺は他人は分かんないけど自分の中でなんか人として成長できた気がするとかって思えたりするから、笑顔で振る舞う、愛想よくっていう言葉あるけど、でも愛想って大事だと思うから、そこを最初は気をつけたらいいんじゃないかなとは思うかな。続いて、お茶もお酒も飲めず飲み会が苦手です。楽しく参加するにはどうしたらいいでしょうか？お茶もお酒もでもいるよね、そういう方。私より前の世代にはなるだろうけど、自分の例えば親ぐらいの世代にはなると思うけど、もうなんかね、飲め飲めっていう時代じゃないと思うし、苦手なものは逆に先にカミングアウトしちゃうのがいいんじゃない？お酒が苦手だけだったとしても、あれなんですよ、ちょっとお酒飲むと体調悪くなっちゃうんで、でも行きたいんですよねとかって言って、だからなんか普通のジュースとかでもいいんだったら超行きたいっすとか、なんかダメだけど行きたいっていう風に伝えると、向こうはじゃあお酒は勧めない、でも来ようとしてくれてるんで、じゃあおいでおいでって言って、でお酒はダメみたいだったからこっちのなんかジュース系とかいろいろあったからなんか頼むとかっていうこう流れができるから、先に弱点を言うというか、これちょっとお酒が苦手なんですけどでも行きたいっていうのをセットにして提案すると行きやすいだろうし、向こうも悪い気しないと思う。今言ってくれたのってそれができないからどうしようっていう質問だったじゃない？だから苦手とかっていうことプラス、でもみんなといたいんだっていうそのマイナスとプラスをこうセットにして伝えると、人には違う風に伝わるというか、でこうだけどでもこうしようと努力してくれてるんだとかで伝わるから、逆にいい印象になって伝わると思うから、なんかそれを自分から言っていくのもいいんじゃないかな。それで言ってみてちょっと楽しめないわと思ったらそれはしょうがないしとは思うかな。続いて、
人から褒められたり認められたりしても社交辞令にしか思えません。どうしたらいいですか？でも社交辞令っていうけどどっか謙虚だっていうところでもあると思うからすごいいいんじゃないけど、まあわかるはわかる。私自分の話してもいいんだよね、はい、私は割とちっちゃい時から褒められるとすぐ調子に乗るタイプだったから、すぐ母親に後ろから調子乗んないよとかってなんかこうなりそうになったらポキってこうやってくれるようならないようになるなよってずっと言われて育てられてたから、褒められることも今ももちろん嬉しいしへえってなることはあるけど、なんかどっか謙虚でいなきゃとか、さっきもちょっと前のコーナーかな、でも自分を戒める言葉を自分に浴びせるとかってよく言ってたけど、そういう謙虚でいることはすごく大事なことだから、あんまりマイナスにならなくてもいいと思う。でもその質問を投げてきたってことは、あんまりそう褒められたことに対して素直に喜べないっていう自分に対してもなんだろう、悩みっていうか嫌気がさしてるっていうか限界が来てるから、なんでなんだろうと思って投げてくれてるってことは今の現状が多分嫌だって思ってると思うから、なんだろうな、調子に乗るとは違うけど、少しだけ自分の信用できる数少ないお友達とか、親とか何でもいいから全部フルオープンにせず少しだけオープンして言ってくれた嬉しい言葉とか褒め言葉っていうのを少しだけ受け入れてみたらいいんじゃない？あと分かるじゃん、なんかすごいよいしょで言ってきてくれてるなって時と、あ、すごいちゃんとこう言ってくれてるなって時がなんとなく分かると思うから、なんかよいしょじゃなくてちゃんと褒めてくれたのかなって思うものを素直に受け入れて、で一人になった家とか帰り道とかになんかそういう風に言ってもらえるポイントってあったのかしらって思ったり、日々の自分のこととかを振り返ってみるとそういう風に言ってくれたポイントがあの時かなとか、確かに自分こうしてたなっていう風に振り返るきっかけになるから、自分自身と向き合ってこう生きてる人ってあんまりいないと思うのね。普段人って辛いしめんどくさいから自分と向き合うのって。だけど意外とそういう時間作ってみて褒めてもらった言葉とかに対してっていう風に見つめ直すと、意外と自分そうかもって思えて、なんか受け入れられる体制になるかもしんないから、少しだけちょっとだけこじ開けてみたら、全部解放しろじゃなくていいからとは思うかな。これちょっと答えになってるかわかんないけど、では最後です。ほう。接客業です。理不尽に当たられることがあり、心が沈むことがあります。心のコントロール方法はありますか？これはあるあるだね。どこでもいるよね、理不尽な人。ちゃんとやってんのにさ、ちゃんとなんなんなのとかって思う時あるじゃん。ある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 。だからどの職場でも、学生でもあったんじゃない？部活とかでもちゃんとやってんのにすんごい上の先輩にすっごい怒られたみたいな。なんなんあいつみたいなさ、多分あると思う。すごい一番この悩みの中であるあるなんじゃないかな。なんだっけそういう時の心のコントロール方法。これ性別によって違うっていうよね。男性はあんまなんかこうわーっていうよりは全然違うことして遊んで、あんなやつもいるけど俺楽しいしみたいな、なんか明日からも頑張ろうっていうタイプの男性型って言い方していいのかな。と女性はすごい共感型っていうから「ねえ聞いて」とか言ってて「マジでそれひどいね、超わかる、うちもさ」みたいな感じでなんか「うわ!」って言って共感して「あーすっきりした」みたいなタイプで分かれるんだけど、これは多分今後どういう仕事をしていてもどこにでもいるのよ、そういうちょっとおやおやっていう人が。でよく私聞いたことあるのは、なんかそういう理不尽な方に対してなんかあだ名をつけて心の中でね「なんとかさまたああいうことをしている、そういう人なんだな」って思うようにすると変わるよとかっていうのを見たことがあって、でも私はそうはならなかったの。やってみたんだけど、ムカつくものはムカつくからなんか理不尽なことが起こると私許せなくなる人だから、この業界でブチギレたことはないんだけどなんか目上の人であってもどういう人であっても対等にこう戦おうとしちゃう人なのね。意外と思われるか、なんかココちゃんっぽいなって思ってる人もいるかもしれないけど、そうだからその方法は私の中ではあんまり正解ではなくて、私の場合はでも
人に信用できる人に話すかな。もう完全な女性型なんでしょうね。ねえ聞いて、って言って、どうしたのって言われて、こういうことがあって、こんなんだったんだよ、頑張ったんだ、そう頑張ったんだけど、そうなんだ、いつ空いてるの、いつだったらご飯行ける、じゃあおんねうんって言って会って古賀に全部話す。そうなったんだね、私はねって言って。でもあの子は全然そういわゆる愚痴というか、なんかそういう自分の中に溜まったものをうわって出す子ではないから、私より優れているんですけど、彼女はなんかそういうことを言って、違う、ここちゃん頑張ってるよ、大丈夫だよって、わかんないねっていう、いいお友達を見つけるのが近道なのではないでしょうか。でも人によるよね。どうしてもあんまりそういうネガティブなものって出すと良くないっていうから、書き出してみたりとか、私の場合書いてみてとか iPad とか何でもいいから日記とかに一回「ディエ!」って書いて、次の日とか1週間後ぐらいとかに見ると割と落ち着いてることが多いから、人に話すのが嫌だってなったら書いてみるとか、書き出してみるかとかっていう風にやってみたらいいかもしれない。これは私も悩んでいるかもしれないとか、ちょっと解決にならないから、ぜひこの質問に対してこういう方法もあるよっていう人がいたら、ぜひコメントお待ちしております。私もコメントを拝見したいと思います。はい、以上です。なんか恋愛の時よりは恥ずかしくないや。いいんですよ、また恋愛やってもね、なんか生々しくない？なんか本当ディープなやつですか？ワクワクしてますね。でもそういうのもあったんですか？恋愛系。ありました今回も恋愛系、それこそバレンタインとかも近かったんで。そう、ここらじはね、爽やかな恋愛系の質問がいっぱい来るの、メールとか。ちょっと今日は読まないでもらって、また機会があったら。でも私も別になんか恋愛マスターとかってわけじゃないからさ、大してお役に立てない。ちょっとナイスブルー黙りなさい。大して答えられないんです。多分あれかな、女子会というイベントが行われる機会があると思います。なんか盛り上がりそうだね。ジュース片手にそういう男もいるんだねみたいな、なんだそれ。楽しそうだね。はい、また機会があったらいろんな相談役に立ててるのかな、わかんないけど、ぜひお待ちしております。皆さん、はい、なんだ、気をつけてお帰りください。またね。